それと同時に、徹夜生成を通して私に多くの変化がありました。一番大きな出来事は、職場で天の父母様を明かし、家庭連合を明かす場ができたことでした。最初は明かしするのに自信がなくて、日本の報道の内容もあり、一歩を踏み出せずにいました。でも、まずは環境から作ろうと思い、天心園徹夜生成で賛美する歌を歌いながら仕事をする日々が始まりました。いつしか、徹夜祈祷会1000回を超えてから、私の力ではなく、霊界の教授によって、職場で天の父母様を明かしできる場が作られていきました。私は三万層草野俊之真由美家庭の次女草野翔香です。現在9時霊性40日修練会に参加させていただきながら感じた内容を明かしさせていただきます。私は2023年に祝福を授かり、約3年ほど働いていた仕事を今年4月に辞め、家庭出発をする前に婦人40日修練会に参加しようとしました。しかし、霊性40日修練会に参加した方がいいと助言してくださった方がおられ、それに従い、まずは霊性40日修練会に参加させていただくことになりました。霊性40日修練会に来る前、天心園徹夜生成に参加しながら、霊性修練生の証やイーソン園長の御言葉を通して、お母様と完全に一つとなり、共鳴するためにも、霊性40日修練会に参加しなければいけないと思いました。ですが、韓国語に自信がなかったり、霊性修練会に参加した妹から、参加するには覚悟が必要だという言葉を聞いていたりしたことから、決意するのにとても時間がかかりました。そんな中、日本霊性40日修練会があると公文が出され、行くことを決意しました。それと同時に、徹夜生成を通して私に多くの変化がありました。一番大きな出来事は、職場で天の父母様を明かし、家庭連合を明かす場ができたことでした。最初は明かしするのに自信がなくて、日本の報道の内容もあり、一歩を踏み出せずにいました。でも、まずは環境から作ろうと思い、天心園徹夜生成で賛美する歌を歌いながら仕事をする日々が始まりました。いつしか、徹夜祈祷会1000回を超えてから、私の力ではなく、霊界の教授によって、職場で天の父母様を明かしできる場が作られていきました。そこで教会を明かししたときに、天の父母様の心情が私の心の中に流れてきました。愛する娘とついに会える。久しぶりに娘と会えることができてとても嬉しいと、韓国語でとても喜ばれ、涙を流される天の父母様の心情でした。私の心情ではなかったので、仕事中でしたが涙は止まらず、その心情を知ってしまったので、天の父母様のもとへ必ず導きますと約束しました。霊性40日修練会に来る前の約1ヶ月半の間に、意識していた職場の方4名を天の父母様のもとへ導きますと約束していたので、職場で会うたびに、私は原理など深く知識がないので、ただ愛したいという心情一つで因縁を作りました。教会のことを聞かれれば、私が答えられる範囲のことは答え、基本的に報道の内容があって心配の声も多くありました。ですが、天の父母様、絶対全霊さんの皆さんの共助もあり、教会に導くことができ、全員天心園に行き、敬拝を捧げ、天の父母様に約束通りあなたの愛する子女を連れてきました、と、天の父母様の会うことができた喜びと涙とともに祈祷しました。祈祷が終わり、みんなを見ると、天の父母様はわからないし、何の言ってるのかわからないけれど、翔香がみんなが幸せになってほしいと心から思ってくれていることを感じて涙が出てきた、と涙を流していました。私はこのように6000年という長い時間を諦めずに、いつでも愛の心情で待ち続けておられる天の父母様の心情を初めて心深く感じることができました。天の父母様の願いを果たそうと、全人類を救うために歩まれるお母様と共に今歩めることに感謝でした。ですが、天の父母様、お母様と心から完全に一つとなっているかと考えると、まだまだ何もわからない私だったので、まずは自分自身が天の父母様とお母様と完全に一つにならなければいけないと思いました。その時にちょうど、霊性修練に参加しなければと思う気持ちがより強くなりました。
主催者の方とは、霊性40日修練会に行くことに対して、一緒に参加しようと話し合いなどはしていませんでしたが、お互い申請することになりました。正直、主催者の方の信仰は、私の目から見て高く見えるので、一緒に霊性修練会に参加したら、私の信仰に向かう姿を見られてしまうという、心から比較し、恐れる心がありました。霊性40日修練会が始まり、最初は霊性40日修練会に参加した実感が湧かなく、大丈夫だろうかと心配な気持ちが出てきました。天使園に通いながらもなかなか祈祷することができず、祈祷をしてもいつもと変わらない同じ祈祷を繰り返す日々でした。そんな中、主催者が韓国の霊性40日修練会に参加しながら、天の父母様、誠のご父母様を懇切に探し求める姿を見て、天の父母様が主催者を通して実態で教えてくださっているように感じました。講義の時間を韓国チームと共にしながら、天の父母様が主催者を通して大きな刺激を受けました。主催者が修練会に臨む姿勢は、ために生き、どんな心情になっても、周りの人を愛そうと努力する姿であり、また使女として天の前に素直に向かおうと、自分を下ろし、公的に歩む姿でした。それはまさに天の父母様が6000年間私たちを諦めずに愛してくださる心情であり、誠のご父母様の誠の愛と向上の生き様そのものでした。修練会が始まって5日目の時、特別祈祷室で祈祷する時間がありました。アボジ、オモニと呼んだ時、会いたかったよと声が聞こえてきて、私も会いたかったですと涙が溢れました。日本にいる時は環境に振り回されないようにと、天の父母様を探し求めることが多かったけれど、チョンビョンに来てからは天の父母様を求められずにいました。久しぶりに会った天の父母様は変わらず穏やかで愛の深い方でした。霊性修練会に来てから天の父母様、誠のご父母様に出会えなくて悩んでいましたが、私が気づいていないだけで、どんな時でもいつもそばにおられる天の父母様であったと感じることができました。そんな経験をしても、天使園での祈祷は変わらず同じことの繰り返しでした。霊性40日修練会が始まってから1週間経ち、また主催者の導きにより、霊性修練会に来た動機を心から再確認することができました。週末修練会の時に主催者が天保園に行かないかと誘ってくださいました。正直、天使園に行かなければと思いながらも、天使園に行ってもまたいつもと変わらず祈れずに終わってしまうんだろうなと思い、一度も行ったことがなかった天保園に行くことにしました。私と天の父母様の1対1の関係で素直に祈り求めれればいいのに、それができないのは講義で学んだ自分を空にするということができていないからだと思って過ごしていました。しかし、天保園に行き、この1週間なぜ祈れなかったのか原因を知ることができました。私は正直悩みや問題がなくて、ただ天の父母様、誠のお母様と心から一つになりたいと思ってきたのですが、証を聞いたり祈祷をするときに周りの祈祷の声が聞こえてきて、みんな具体的な目的を持ってきている中で、私はそういう目的を持てずにいました。しかし、懇切に祈り求めている方たちの姿を見て、私も何か解決したいこと一つ見つけて、みんなと同じように祈祷に没頭したいと思っていたことに気づきました。天保園を回る中で、天の父母様、誠のご父母様の露呈を見ていくと、お父様の生和以降、いつもお父様と共に天の御胸をなそうと歩まれておられたお母様が、一人で天の摂理を歩まれていく姿を見て、とても胸が痛くなりました。私はお母様のために霊性に来たのだと最初の心情に戻ることができました。私は天の父母様、お母様と完全に一つとなって、お母様を支えながら今後を歩むために、霊性40日修練会に来たのだと分かりました。天の父母様は、私と主催者の方が同じ目標に向かって、天の父母様を中心とした関係を築くために、そして夫婦が一つとなるために、共に霊性40日修練会に導かれたのだと確信しました。自分を見失うたびに、いつも天の父母様は主催者を通して役事してくださり、本当に感謝しています。どんなに先生を立ててもまだまだ不足な私には変わりありません。
ですが、今、修練会も24日目を迎え、私も少しずつ前進しています。辛く諦めたい瞬間も多々ありましたが、それを乗り越えながら、17日目に伝道対象者から連絡が来て、霊界が共に前進していることを感じました。そして祈祷をするときにも、天の父母様、誠のご父母様がまず浮かんでくるようになりました。しかし、本当に切ない表情で出てこられ、笑顔のご父母様が浮かぶときは必ずお二人が共にいらっしゃいます。そんなご父母様を慰労して必ずお母様の探される小さな針になれる私になるための期間として最後まで歩んでいきます。私の証を聞いてくださりありがとうございました。